どうもこんにちは、4号ハウスのひげこいです。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。今回は軽い雑談みたいな感じでやっていこうと思うんですけど、一応テーマだけは決めてまして、グーパスさんで今借りてる2本のレンズがあるんですけど、この2本なんですけど、これについてちょっと紹介していきたいと思います。1本目なんですけど、こちらが XF16mmF1.4 フルサイズ換算で 24mm、 結構広角寄りのレンズなんですけど、こちらのレンズをレンタルしています。グーパスさんってランク付けがされていて、ランク2の商品を、運動会用で以前レンタルしていたんですけど、そのレンタル期間が残っている間はレンズ交換をするのが無料っていうか、そのレンズ交換し放題みたいな感じなのが、グーパスさんのいいところなんですけど、そのサービスを利用させていただいて、運動会用のレンズ、ズームレンズだったんですけど、それがもうすぐ自分にとっては必要ないものになってしまったので、レンタル期間が残っていたということで、ちょっと前から気になっていた XF16mmF1.4 をレンタルしてみることにしました。特に今すぐ欲しいレンズっていうわけではなかったんですけど、前から気になっていたのでちょっとレンタルしてみたっていう感じのレンズです。で、性能とかその辺はちょっとまだあんまり分かってないんですけど、自分の中でちょっと使ってみて感じたことを軽くお伝えしていけたらなと思います。このレンズをレンタルしている間はめちゃくちゃ使っていたっていうわけではないんですけど、自分が思っていた借りる前の印象っていうのはもうめちゃくちゃ大きくて重たくて使いづらいレンズっていう印象が正直あったんですよね。気になっていたとはいえ、その辺がネックであんまり使うことはないかなと思って、買うこともないだろうと思っていましたし、レンタルするのも別に特に自分には必要ないかなとは思っていたんですけど、借りてみて思ったのは思ったよりコンパクトでした。コンパクトとは言えんか、大きいといえば大きいんですけど、僕が持っているレンズの中でいうと XF35mmF1.4 のフードをつけた状態と同じぐらいの長さだったんですよね。で、ちょっと、口径の大きさとか全然違うので、全体の径のでかさとかその辺に関してはやっぱりちょっと太いレンズになってしまうので、全体の大きさでいうとだいぶぼってりした感じにはなってしまうんですけど、そういったところを考えなくて、長さだけで考えると意外と、使えそうなレンズかなっていう風に印象が変わりました。写りは解像感が高くて、多分2015年とかそれぐらいのレンズだったと思うんですけど、6年前とかにはなりますけど、比較的最近に発売されたレンズにはなるので、その点結構解像感も高かったり AF 速度も速かったり、比較的スムーズかなといった印象を受けました。僕がこのレンズを昔から結構気になっていた理由っていうのが、ナンバー26っていう、ナンバー26でいいかな、ナンバー26っていう、友人が運営しているブログがあるんですけど、そのブログでこのレンズを持って確かイタリアとかに行っていた記事があったんですけど、それを見た時から結構気になっていて、広角でこれだけ寄れて、しっかりぼかせてすごく写りも良くて、使いこなせたら楽しいんだろうなというふうに思っていたんですけど、正直僕は、子供を撮る上ではそんなに使いこなせる感じではないかなっていうふうに思ったりはしました。でも全く必要ないかなって思っていたレンズなんですけど、意外と良かったので、優先順位的に言うとそこまで高くはないかなとは思うんですけど、お金があればちょっと欲しいかなというふうな、気持ちにはなりました。で、あともう一つ、この広角寄りのレンズを借りようと思った理由の一つに、XF18mmF2 っていうレンズを持ってるんですけど、そのレンズがちょっと最近調子が悪くて、動画を撮ったりする用途でも使ったりしてるんですけど、あとは室内で子供の、記念撮影とか誕生日の時に、みんなで室内で、記念撮影をしたりする時とかにXF18mmF2 っていうのは結構役立ってたんですけど、広角寄りなので、ただそれがちょっと調子悪いかなっていうふうに思い始めてたので、どれか他になんかいいレンズがないかなっていうふうに考えていて、この 16mm を候補に挙げてたんですけど、ありですね。いいかなと思いました。18mm と 16mm の差って結構大きくて、フルサイズ換算でいうと 18mm が 27mm で 16mm が 24mm で 3mm 差になるんですけど、結構その差って大きくて、 16mm あったら撮影の幅も広がるのかなとちょっと思って、そこまで必要ないけど欲しいな、いいレンズだなと思いました。いいなと思ったのが
この被写界深度メモリがあることと AF、MF の切り替えがここでこうやってカチカチやってできることです。とりあえずすぐ買うことはないかもしれないんですけど、使ってみた印象は結構良かったなと思いました。次紹介したいレンズなんですけど、僕自身初の XC レンズですね。これ XC15mm から 45mm のズームができる F なんぼかな F3.5 から 5.6、 富士フイルムの XE4 のキットレンズとしても販売されているレンズで、多分単品で買ったら25,000円ぐらいで買えるのかな。中古で見たら18,000円とか9,000円とかでもあったんですけど、それぐらいで買えるすごく安いレンズ、めちゃくちゃコスパのいいレンズだと思います。広角域が 15mm から撮れるってことなんですけど、それがめちゃくちゃいいですよね。 15mm って言ったら富士フイルムの単焦点でいうと 14mm が一番広角側になるので、それに近いぐらいで、ズームだったら 8mm、10mm っていうのが広いところになるんですけど、それに次いで広いレンズになってます。富士フイルムの XC レンズっていうのをちょっと僕自身舐めていたわけではないんですけど、今後正直買うことはないだろうなというふうには思っていた節はあるんですけど、なんでこのレンズを試してみようかなって思ったかというと、これは富士フイルム XE4 なんですけど、 XE4 で、今一応ファンクションキーのここに動画レリーズっていうのを割り当ててるんですけど、この動画レリーズっていうのを使えることによって写真モードのままここのボタンを押すだけで動画も撮ることができるっていう、そんな機能があったりするんですけど、それがあることによって XE4 ももしかしたら Vlog 機としても使えるんじゃないかとか、そういったことをちょっと考えたりしたんですよね。 XE4 自体は手ブレ補正はついていないので、最低限そのレンズ側に手ブレ補正がないと Vlog は絶対使えないっていうふうにも思うので、手ブレ補正がついているレンズを、ちょっと調べてみたら、この XC レンズっていうのが一番ちょうどいいかなと思って、ちょっとレンタルをしてみました。どこに魅力を感じてレンタルをしたかというと、やっぱりサイズ感ですね。先ほどの XF16mmF1.4 と比べてもこれぐらい違うんですよね。もうめっちゃ小さい。ズームしたらちょっと大きくはなるんですけど、これぐらいのサイズ感なんで、ズームレンズで手ブレ補正がついているものっていうと、富士フイルムの場合だったらレンズ側に手ブレ補正がついているかどうかっていうのを見分けるのは、このロードマップで見ていくと OIS っていう風に書いているのがレンズ側に手ブレ補正がついているかどうかっていうことになるんですけど、ロードマップを見ていくといろいろあるんですけど、僕が使ったことがあるもので言うと 16mm、80mm の F4 OIS と運動会用で使ったのが最近18mm から 135mm の OIS になるんですけど、で他にもXC レンズは全部 OIS レンズなんですけど、それを見ていくと、やっぱりどれも大きいんですよね、ズームレンズなんで。その辺を踏まえて考えると、僕はやっぱりコンパクトに Vlog を撮りたい Vlog を撮りたいわけじゃないですけど、例えばですけどスマホをわざわざ取り出して動画を撮るより動画レリーズボタンがあったら、やっぱりそっちの方が動画を撮るのもカメラで撮った方が早かったりするので、それで手ブレ補正もついていたらもうスマホで撮る必要なくなってしまうんですよね。っていう風に考えたら、やっぱりコンパクトに済ませたいっていうことで選んだのが XC の 15mm、45mm っていう感じですね。でそれを考えて、キットレンズにこのレンズが選ばれていたことが、動画レリーズボタンがあるからこれをキットレンズとして選んでいたのかっていうのはちょっと分かんないんですけど、すごいいい感じのラインナップだったなと思います。一番気になってたのは手ブレ補正なんですけど、その次に気になってたのが写りですね。あとは操作性、絞り、ここの絞りリングがついてないんで、絞り感がなので、その辺ちょっと使いやすいかどうかっていうのがちょっといまいち分かってなかったんですけど、普通に使えますね。XC レンズ、正直全然、考えたこともなかったんですけど、2万円ぐらいで買うことができて、それでいて写りも良くて手ブレ補正もついてて、3段分の手ブレ補正がついているっていうのは、正直めちゃくちゃすごいなと思いました。最近富士フイルムじゃないんですけど、オリンパスの、ペン EP7 かなっていうカメラをレンタルした時も思ったんですけど、
ットレンズってすごいっすよね。このキットのズームレンズって正直僕はカメラ歴もそんなめちゃくちゃカメラ歴が長いというわけではないんですけど、ボディとかレンズとか結構揃ってるので、新しいボディを買う時にわざわざキットレンズを買わなくてもいい派だったんですけど、正直キットレンズを買う必要もないっていう風に言ってたこともあるんですけど、でもこう実際にそのオリンパスのキットレンズを使ってみたり、今回のこの XC レンズを使ってみたり、そういった経験を踏まえて実際に使ってみた結果、全然ありだなというふうに今は思っています。これから初めて買う方にとっては正直単焦点の方がハマるかなと思ってたんですけど、そんなこと全然ないなというふうに思ってます。XC レンズのいいところなんですけど、これも認めたくないんですけど、ズームできるのってやっぱ便利ですね。その運動会の時に 18mm から 135mm のズームレンズを使ったこともあるんですけど、そっちのレンズは正直でかすぎて、XT4 につけてめちゃくちゃ重かったですし、ボディ側に手ブレ補正がついてて、レンズ側に手ブレ補正がついてても、重すぎて正直ブレたんですよね。結構手持ちでやった時はもちろん三脚につけた時は全然余裕だったんですけど、余裕というか当たり前ですけどね。なのでその辺を考えると、手ブレ補正のついているレンズで、僕みたいに子供を追いかけながら撮るっていう風に考えると、ベストな選択はこの XC レンズなのかなと正直ちょっと思ってます。ズームを買うとしたらですけどね。なので今のところ今回レンタルした中で思ったのは、この XF16mmF1.4 を買うか XC15mm 1545のレンズを買うかっていうのをもう究極どっちか1本絶対買うっていう風に考えたとしたら、僕は多分 XC レンズを選ぶかなと思います。で XF16mm、F1.4 については、結構書いてまとめたりもしたんですけど、買いますかっていう問いを自分で投げかけてるんですけど、めっちゃ悩むし、1回使うとちょっと欲しくなるけど、サイズがでかいので常につけっぱなしとかは正直無理なので保留。お金があれば置いときたいなとは思うけど、無理して買うほどではないっていう感じの印象を持っているみたいです。旅先とかで風景を撮ったりする時には持っていたらいいかもなとは思うんですけど、正直こんなでかいレンズを交換レンズとして持っていくのは無理なんで、そう考えるとやっぱいらんかな。いいレンズなんですけどね、ちょっと変えそうかなと思います。今回ちょっと雑談みたいな感じで1回目、ラジオみたいにうまく話せるわけではないんですけど、ちょっとダラダラ喋ってみてどうかなと思って、最初なんで評価隠したりしてやってみようかなと思うんですけど、また X シリーズのことについてちょっとがっつりめにレビューとか結構これから増やしていきたいなと思ってるんですけど、富士フィルムばっかりじゃなくてフィルムの話とかもしたいなって思ってるんですよね。ちょっとフィルムに関してはちょっと買った理由とか、スペックの話を今更やっても、僕がやらんでも他の方がやられていると思うので、買った理由とか、なんでこっちを持ってるのにこっちを買ったのかとか、そういった話とか、気持ちの面のお話とかもできればいいなと思ったりしてます。で、今こうやってだらだら話してみたんですけど、意外と話せるなと思って、多分後で動画見たら話せてないんだとは思うんですけど、意外と楽しくできたなと思うので、ちょっとこういう回も増やしていきたいなと思っております。あんまりこういうダラダラ喋ってるのが好きじゃないという方は見ない方がいいなとは思うんですけど、メガネのままできるしいいなと思っております。というわけで今回はちょっと軽く雑談みたいな感じで、こちらのレンタルしたレンズ2本についての紹介をしてみました。気持ち的な部分の方が多かったかと思うので、あまり参考にならないような回だったかなと思ったりするんですけど、こういうラフな回もちょっと増やしていきたいなと思っております。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また見に来ていただけると嬉しいです。それではまた。